昔からいろいろな車に乗ってきた俺が乗ったことない日本車は1台あります。昨日レンタカーで借りてきたプリウスになります。このチャンネルを長く見てくれてる方ならわかると思うんですが、電気自動車とかにあんまり興味がない俺が、ハイブリッド車にもあんまり興味がないっていうか、プリウスに、隣に、助手席に乗ったことはあるんだけど、自分で運転したことないので、今回はレンタカー会社でどうこの車はって言われたら、最初思ったんだけど、乗ったことないからこそ一回乗ってみるとなんかね、分かんないところが出てくるというか、なんか面白い、びっくりするようなところがあればと思って、昨日4時間かけて、ダラスからオースティンまで乗ってきた2024年式のプリウスですね。ちょっと私の意見聞いてください。チャンネル登録をよろしくお願いします。ところで新商品、このキャップ、この T シャツ、このスカジャンはちょっと違うんだけどもらい物だったんで、新商品いっぱいあります。スティーブ POB のリニューアルサイトをぜひ見てくださいね。もうすぐに、発送できるのでよろしくお願いします。ではこのプリウスについてちょっと私の意見を正直に言わせてくださいね。カリフォルニアナンバーはたまたまなんですが、テキサスなので、これもちょっとこれについて後で説明するんだけど、いろいろ分かったことがあります。日本では大人気なんだけど、正直にテキサスではあんまり見かけない車なんですよ。電気自動車が多いんですよ。テキサスではテスラとか。4年前に引っ越してきた時からずっと思ってたんだけど、カリフォルニアならこのプリウスはいっぱいいるのに、テキサスに来るとあんまり見かけないっていうこと。電気自動車は多いんだけど、プリウスとハイブリッド車があんまり見ないっていうのはなんか不思議なところだったんですよね。最初に気づいたことは、中に入ったら今時だっていうことがわかるんだけど、燃料車は大好きな俺から見ると一番目立ってた違いがこれですよね。エンジンをかけようとする。それだけで済むと。エンジンの音を一切しない。そのままもうかかってるんだけど、全く音しないことが、おはようございます。昨日、この車でダラスに帰ってきましたが、残念なことがあります。せっかくいろいろ撮影したのに、車の中とかもねしたんだけど、Apple CarPlay に音声が乗っ取られちゃって全部消えてしまって、音声なしの動画いっぱいあるんですけど、それ流してもね意味わかんないので、最後の方の乗った、感想などを今からやり直します。最終的に乗ってからまたいろいろ説明します。カリフォルニアナンバーでテキサスを走って、昨日はね、今 Bluetooth などを消したので、昨日の続きはエンジンをかけたこと。エンジンかかったね。昨日なかったんだよね。今寒いからかな。音声が大丈夫なのかちょっと確認させてくださいね。またこれに行っちゃったら大変なんで。昨日気づいたことはいろいろありましたよね。特にこのエンジンとこのハイブリッドの仕組みに関してはいろいろ分かったんですよね。今充電中なのかな、これを見ると。そういう意味ですよね。だからエンジンがかかってるということか。フランクラスはそういえばね、大きいんだよね。大きい。もうね、中を見るとすごい、まるっきりこの新しい車ってもうゲーム機みたいな感じになってるね。このハンドルもすごいよね。いろいろあって、形からもいくと、なんていう未来的っていうんですか。これからのもうね、バックトゥザフューチャーじゃないけど、なんかすごい感じだよね。特に俺のよく乗る車と比べて。最初から気になったところはこのドライブモード。これを動かすことによって、ドライブモード。やっぱり車好きのものとして、エコーはダメだね。ノーマルよりも、
やっぱりスポーツモードがいいんですよね。スポーツモードが。とりあえずこれで走ってみました。ところでかっこいいんじゃない？これも新商品だよ。サイトの方チェックしてね。モニターはでかい。わかりやすい。いいんだよね。そしてエンジンがかかってても静かなんだよね、この車は。基本的にそれもちょっと驚いたこと。あまり音しないこと。一番驚いたのは、正直にハイブリッドのイメージはあんまり速いっていうか力がないというふうに思ってたんですけど、そのことないんだよね。かなりな加速力、驚くほどの加速力って俺に言わせると、そこまでまさか速いと思わないだ。じゃあスポーツモードにしているからそうなんだっていうふうに言われるかなと思うんだけど、ノーマルに一回戻してみたんで、それでもすごいなと思ってました。力があること。そしてテキサスの高速道路はね、80マイルまで走っていいところもあるので、140キロとかっていうぐらいのところかな。全然走ります。全然飛ばせます。びっくりするほどのパフォーマンスと静かに走ること。そしてハンドルもなんていうのかな、ハンドルで軽すぎっていうのはある。車好きでわかるんだよ。軽すぎるんだよ。なんか変だなっていうのもあるんだけど、重すぎるというのもある。でも旧車乗ってるから慣れてるんだけど、ちょうどいい感じなんだよね、ハンドリングは。このハンドルを軽すぎでもない、重すぎでもない、ちょうどいいっていう。特に F の車両なんだよね。よく加速すると緩くなるっていうか、そういうことがあるって多分意味分かってる人がいると思うんだけど、この車はそういうことないんだよね。全然スムーズに走る車です。面白いなと思ったのは、その電気のことと充電していることとエンジンが動いていることと、このモニターが非常に面白くて興味深いですよね。面白いよ、これは。よくこの車の仕組みについてどういう風にできてる、これを見るといろいろ分かってきたところがあります。エンジンルームの中を覗きましょう。ね、普通のエンジンに見えるもんね。ハイブリッド車なのに4キットだよね。1,2,3,4ってこのコイルパックが見えてるので、あと気づいたことは、ここにステイがないんだよね。ここにあることが面白い。こういう仕組みはあまり見たことないので、ここから取って、ここに片手でここにこのステイを入れることが面白い仕組みだなと思ってました。今エンジンがかかってるんだけど、なんでだろうね。充電しているのかな、もしくは寒いから暖房を出すためにエンジンが温めてるのかな。ただ気づいたことは、ラジエーターあるのかな、この車。ありそうかな。やっぱりあるエンジンだからないといけないんだけど、エンジンの部分、ここはこれミッションになるのかな、もしくはこの電気の部分はこの下にあるのかな。止まった。この音が普通の燃料車にない。消えた。まだ動いてるんだけどエンジンが消えたんだよね。ということは充電で済んだのかな。バッテリーの方がすごい仕組みだなって気づいたことは、おそらくブレーキとかをかけると、もうブレーキ力にもびっくりしたんだよね。ブレーキをかけるときは普通の車両より止まります。で気づいたことは、もしかしたらそのエンジンとモーターの方が一緒に動いて、ブレーキの摩擦のことで充電もされてるんじゃないかということも昨日気づきました。すごいなと思って。そして加速中によくあるのはなんていうのかな、電気とその部分と、ハイブリッド車だから電気とエンジンとのその切り替えのところが勝手にいろいろやるんだよね。こういうところも不思議だっていう。普通の燃料車しか乗ったことない
人から見るとそういうところが不思議なんで、そのエンジンとモーターの切り替えがすごいスムーズ。わかんないんだよね。なんか昔確かに隣に乗った時にわかるんだよね。エンジン電気、エンジン電気。これだったらわかんないもんね、いつ切り替わるのか。ただね、正直に言わせてもらうと、すごいなんか今の電気自動車に見える、すごい電気自動車っぽいところがありますよね。まあグリルがあんまりないこと、下にしかない大きなグリルがないこと、ランプの方はすごい今の電気自動車っぽい。横から見るとこの車が大きいなと気づいた。もっとね、昔のプリウスがちっちゃいイメージだったんだけど、ホイールベースは長いよね。そしてドアの大きさ、長さも結構大きいということは、まあ今時のハンドルがここにあること、後ろがもう大きい人でも座れますよね。全然狭くないことです。昔の音と違うよねそして後ろの方も見ると、この部分が今の電気自動車によくまた消えた、またエンジン音が消えた。こういうところがすごいなんか電気自動車っぽい。やっぱり改造車とかはね、改造するのが大好きな人として、これちょっと車高落としてホイール変えてスモーク貼っておくとかっこよくなるのかな。そんなね、それだったらさっきネットで調べたで、この写真が出てきたのを見てください。こういう感じだったら、まあここまで車高段しなくてもかっこいいよね。なかなかの車だよねと思ったよりも、本当に俺じゃなくて、ママの車としてすごくいいんじゃない？面白い。また乗ったら1時間後にオートオフになるっていうことが表示されてたんだよね。賢い車だっていうこともあるんだよね昔の車賢いとか頭がいいとかってじゃなくて、そういうのは関係なかったの。この車はなかなかスマートだよね。賢い車なんだよね。じゃあレンタカー会社まで乗ってきましょう。ところで昨日の分で言ったんだけど、そのカリフォルニアナンバーのこと、カリフォルニアにプリウスがものすごく多いんですよ、台数が。昔はね、よくジョークで言ったんだけど、10台がね、カリフォルニアに車10台があれば、そのうち2、3台でもね、プリウスがいるというような感じだった。どこを見てもプリウス。でもね、テキサスに引っ越してきてから逆にプリウスは全然見かけない。電気自動車、テスラ、他の電気系のアメ車とか韓国車とかの電気自動車がいっぱい走ってる中でプリウスはあんまり見ない。なんでかなって言って、特にこれ乗ってオースティンまでもう何時間 ?4 時間、昨日5時間以上乗って、で帰りもまた4時間ぐらい乗って、結局9時間10時間近くこの車乗っているんだけど、なんでテキサスでこういうプリウスがもっと人気ないのかっていうことがちょっといろいろ考えてみたんですよね。カリフォルニアの場合はわかる。排ガス規制とかがあって、電気自動車ばっかりの話なので、このテキサスになると、燃料がカリフォルニアより半分以下、半分ぐらいの安いんですよ。で、だから燃料はいっぱいある。燃料が安い。それにこのハイブリッドの電気があると、なかなかテキサスに向いている車なんじゃないかと思いますよね。一つはで、それと言いながら燃費がすごいよね。1回だけの満タンでダラスからサンアントニオまで行って、サンアントニオからオースティンまで行って、それでもオースティンから昨日帰りの、半分までじゃなくても半分ぐらいまでのところまで燃料もう一つの満タンで行って帰ってきたんだよ。でまた昨日その時点でまた満タンしたんだけど、でまだ走ってまだ4分の3の状態なので、燃費がすごくいいなということにびっくりしました。数年前からカリフォルニアからテキサスに移住してくる人がどんどん増えたんですよ。その中の一人、私です。4年半前に来たんだけど、
この車を借りた時にレンタカー会社の兄ちゃんに案内された時に、スティーブさんにいい車あるよ、用意させてもらいましたよとかって言われて、なんでしょうってドキドキしながらプリウス見せられたら、最初はハイブリッド車に乗りたくない、普通の車でいいんじゃないかと思った瞬間があったんだけど、すぐにいや乗ったことないから乗ってみるとなんかいいことがあるのかなと思ってオープンで考えて、この車借りることにしましたがレンタカーお兄ちゃんにほらプリウスバリバリカリフォルニアの車でカリフォルニアナンバーがついたままでテキサスを走ると狙われるんじゃないかと、もう変に見られるんじゃないかとかってちょっと笑ったんだけど、実際に結構見られます。なんで見られるのかっていうと、カリフォルニアからまたどういう人が来るのかテキサスにという目で見られたり、さすがにプリウスということも多分言われたりすることもあったような気がします。でも仕方ないんだよな。それはもうテキサスとカリフォルニアの大きな違いなんだけれども、もしその場で聞かれたら、テキサス市民ですってレンタカーだっていうのは言ったかもしれないんだけど、いい車だよって、この車おすすめだよって、この車初めて乗って気に入っちゃいましたねっていうことは、もしそう聞かれたらそういうふうに答えたんですよね。このアメリカで売られてるプリウスはおそらく日本で作られてるものですよね。アメリカじゃなくて、この技術は日本からアメリカに来てる技術なので、友達のトヨタのディーラーで働いてる R に昨日帰りに電話したんですよ。 R 今プリウスに乗ってるの、嘘とかってまずちょっと笑ったんだけど、借りてで乗ったんだけどなかなかの車だよって。 R もね、旧車大好きな R はプリウスはいい車だよ、よくで壊れない車だし、すんごい信頼のできるすごくいい車だという、特にこの年式2024年のものがすごくいい車だと。なんか昔のプリウスにリコールがあったりとかなんかいろいろあったらしいんだけど、もうこの車はすごくいい車だと。そして R には見た目もかっこいいとかっていう。だからスティーブは今借りてるグレードが多分低いためノーマル車なので、外のフィールカバーとかあの辺はもうドノーマルなのでグレードアップのものがあるらしいんだけど、それになかなかかっこいいフィールもついてる、外のね、もうなんか見た目がいいなって R が言ってたので、まあね、もうそのうち多分少しずつ見れば見るほど、乗れば乗るほど気に入っちゃった車。この加速力、はい、レディーゴー。あっという間のスピードのあれが燃料車と違うんだよね。そのモーターとエンジンが一緒に動くことがもう意外のとパワーが出てくるんだよね。いつかスティーブ・ガレージにプリウスがいつかねなってもおかしくはないのかなっていうことになるかな。もうちょっとこの間までは考えられなかった。もし言われてもいやと思うんだけど、でも乗ったらいいなっていう部分がいっぱい出てきたので気に入りました。まあ皆さん、こういうこともありますよね、人生の中でね。最初認めなかった、認めようとしないものを実際に体験かなんかすると、それでもね、それほどじゃないんだ、なかなかのものだっていうことがよくあります。なので頭が硬い感じじゃなくてオープンに目を開いていろいろなことにはね興味を持つこととか試してみることに価値があることは今回改めて、分かりました。レンタカー会社の方にさっき言ったもう整備士の R が迎えに来てくれることになってるので、彼に報告しようと考えてる。どんな反応なのかなって、R がいるのかな。おそらくこれは R じゃないのかな。このトラックに乗ってるのは違うか。R はトヨタ、やっぱりさすがに R がトヨタ車に
乗っているこのタンドラなんだけど What's up, Big Al? What's up, man? Dude, do you ever think you'd see me driving in a Prius? Today. Today? Dude, I gotta tell you something. I told you on the phone last night, man. But dude, this is one hell of an impressive car. I gotta tell you, this is a really good car, dude. I didn't think I'd like I it. like the styling, man. I like the way they look. You like the way it looks, I huh? like the way they look. I don't like the wheels, well, the hubcaps, whatever these are. Yeah, they're kind of ugly, but a little stance, some wheels, but this car drives, man. I'm really impressed. It's pretty awesome, isn't it? Unbelievable gas mileage. The steering wheel has a nice feel to it. It's not too light. It's not too heavy. It's so advanced, the technology. You like the display? I love the display, man. I've been just like a video game watching that thing charge and the engine and everything else. It's pretty awesome. unbelievable, dude. Are these reliable cars, Al? Very. They are. You don't see them coming in for a lot of service stuff and issues? Brakes and tires and oil changes. ということらしいので、いつか買うことにしましょう。What do you think for mom? You think this would be a good car for mama? ああ、ということで、ママにはいいということで、よしよしよし、じゃあ、サムズアップで、日々前進前向きにやっていきましょう。よろしくお願いします。Al, let's go have some breakfast, man. Go, man. Let's go.